ビットコインが一時10万4000ドルを割り込みました。そのタイミングで600億円から800億円規模のロングポジションが一気に生産され、市場が大きく揺れました。さらにイーサリアム、XRP、同時コインでも重要な動きが連続しています。ETF 関連のニュースや機関投資家による新たな戦略、そして一部の国では規制強化の動きまで。おはようございます。桜井です。これらすべてが今の相場にどんな影響を与えるのか、投資家として何を見ておくべきなのか。今回の動画では過去24時間に起きた暗号資産の重大ニュースの中から特に注目すべきトピックを厳選して分かりやすく解説をしていきます。初めて聞く言葉が出てきたとしても安心してください。用語も丁寧に解説しながら進めていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ今の暗号資産市場がどう動いているのか、そして今後どうなる可能性があるのかが分かる構成になっています。それでは早速本題に入っていきましょう。まず最初のトピックはビットコインの急落です。2025年5月31日、ビットコインは一時的に10万4000ドルを下回る動きを見せました。これに連動してコインデスクやデクリプトによると600億円から800億円相当のポジションが生産されたと報じられています。ここで言う生産っていうのは主にレバレッジ取引、つまり証拠金を使った取引で含み損が一定以上に達した時に自動的に取引が強制されることを指します。特にロングポジション、つまり価格が上がることを予想して買っていた人たちが価格下落によって大きく損失を出し、強制的にポジションを手放すことになりました。このような生産が連鎖的に起きると、さらに売り圧力が強まり、価格の下落に拍車がかかることがあります。まさに今回はその典型的なパターンだったと言えるかもしれません。このニュースが示しているのは、相場の過熱感が少しずつ冷め始めているというだけではなく、今後も急激な価格変動が起こり得るというリスクです。特にレバレッジをかけて取引をしている人にとっては、価格が数%動くだけでも大きなダメージにつながる可能性があります。次に注目したいのが、イーサリアム関連の ETF をめぐる動きです。まず暗号資産メディアビットコイン .com やコインテレグラフによると、イーサリアムとソラナのステーキング ETF がアメリカでの上場に向けて一歩前進していると報じられています。ETF っていうのは上場投資信託のことで、これが承認されると証券口座からイーサリアムに間接的に投資できるようになります。つまり暗号資産を直接買うのが難しい投資家でも株のように手軽に投資できる道が開かれるということになります。ただし、すべてが順調に進んでいるわけではありません。同じくコインテレグラフの記事によると、アメリカの証券取引委員会の SEC は、レックスという会社が申請しているステーキング ETF について、この商品は証券に該当しない可能性があると警告を出しました。この発言は ETF の承認が今後スムーズに進むとは限らないことを意味しています。そもそもステーキングっていうのは保有しているイーサリアムをネットワークに預けて報酬を得る仕組みです。この行為を含む ETF 商品が SEC からどのような評価を受けるかは今後のイーサリアムの価格にとっても重要な要素になりそうです。つまり今、イーサリアムを取り巻く環境はポジティブな期待と規制面での不透明さが交差している状態です。価格面でも上下どちらにも大きく動く可能性があり、今後のニュース次第で相場が一気に動くこともあり得ます。では次に XRP や同時コインなど他の主要アルトコインで何が起きているのか、これを見ていきたいと思います。まずは XRP と同時コインに起きた注目すべき動きについて見ていきます。まずは XRP からです。U-Today によると3億4500万 XRP という非常に大きな量が市場で移動しました。これは日本円にしておよそ300億円規模に相当します。こうした大口の移動はいわゆるクジラと呼ばれる大口投資家や機
期間の取引である可能性が高く、市場に与えるインパクトも大きくなります。また、ビットコイン .com の記事では、XRP の貸付市場に関する話題も取り上げられています。新たに機関投資家向けの貸付プラットフォームが立ち上がり、アメリカの上場企業なども対象になっているとのことです。このように XRP は価格の変動だけではなく、金融商品のインフラとしての役割も広がってきています。一方で、同時コインにも大きな注目が集まっています。U-Today によると、24時間で1107億同時が取引されました。これは桁違いの取引量ですが、価格にはほとんど影響が見られませんでした。この現象が意味するのは、大量の売買が発生していても、相場全体がすでにそれを織り込んでいる可能性があるということになります。また、ライブビットコインニュースなどの一部のメディアでは、同時コインはまだ1ドル到達の可能性があるのかという予測も出ていますが、今の市場環境では明確なトレンドが出ていない状況です。XRP も同時コインも価格だけではなく、その背後で起きている仕組みの変化だったり、大口投資家の動き、こういったことに注目することで、より深い理解が得られるんじゃないかなと思います。表面的な値動きだけで判断せずに、背景を読み解くことが今後ますます重要になってくると思います。では、ここからは暗号資産市場に影響を与える規制と事件について見ていきます。まずは規制に関するニュースです。コインテレグラフによると、タイ政府が暗号資産取引所の OKX とバイビットをブロックする措置を取りました。この背景には、現地でのライセンスの未取得や消費者保護の観点があるとされています。取引所が国単位でブロックされるということは、それに依存していたユーザーの取引が突然できなくなるリスクを意味します。これは海外取引所を使っている投資家にとっては、決して他人事ではありません。規制は地域ごとに異なり、しかも突然変わることもあるため、今後も各国の動きに注意する必要があります。次にアメリカの話題に行きます。コインテレグラフによると、アメリカの政府は最高裁に対して、コインベースユーザーの取引履歴の開示をめぐる裁判について、ユーザー側の主張を却下するように求めています。これはプライバシーと政府の監視権限をめぐる争いであり、今後の裁判の行方が暗号資産市場全体に影響を与える可能性もあります。そして最後にショッキングな事件が報道されました。AP 通信によると、ニューヨーク・マンハッタンで暗号資産をめぐる誘拐拷問事件が発生し、容疑者が起訴されています。被害者はビットコインを強奪されそうになったとのことで、これは単なる価格の問題を超えた治安や犯罪リスクの話でもあります。このように暗号資産の世界では価格やテクニカルだけではなく、法律、国際関係、治安といった外部要因が複雑に絡んできています。投資を行う際には、こうした周辺情報にもアンテナを張っておくことが大切です。では最後に今回のニュースを踏まえて投資家としてどんな姿勢が求められるのかまとめてお話をしていきます。ここまでビットコインの急落、イーサリアムの ETF 関連の動き、XRP や同時コインの注目トピック、そして各国の規制や事件まで様々なニュースをお伝えしてきました。ではこれらの情報を踏まえて今私たち投資家に求められる姿勢っていうのはどういったことでしょうか。まず一つ言えるのは価格の上下だけで一喜一憂するのではなく、なぜそれが起きたのかという背景に目を向けることが非常に重要だということです。例えば大規模生産のように価格の急落にはその裏にある仕組みがありますし、ETF のような制度的な変化は長期の市場に大きな影響を与える可能性があります。また XRP や同時コインのように価格が動かなくても大口の資金移動や新たなサービスの開始といった重要な動きが裏で起きていることもあります。こういった情報をキャッチできるかどうかっていうのが他の投資家と差をつけるポイントになってくるんじゃないかなと思います。そして規制や事件といった外部環境も無視できません。私たちが投資をしているのはインターネット上の資産でありながら現実世界の法律や治安とも密接に関係しています。そういった意味で相場だけを見るのではなく社会全体の動きも読み解く力が問われているとも言えるでしょう。
今日ご紹介したニュースを通して少しでも暗号資産って奥が深いなとか、投資には情報が大切だなって感じられたら、ぜひこれからも一緒に僕と学んでいけたらと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかなと思っています。僕も先日から始めました。興味がある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせをください。実際に登録された方から始め方がわからないという問い合わせもいただいております。ショート動画の方でアプリの設定の方法をアップしましたので、そちらをご覧になってもらい、アカウントの作成をされてください。また、使い方など説明動画を作っていこうと思いますので、リクエストもあれば聞いてください。そしてこれに関しては、オープンチャットの方でも色々と情報交換していますので、興味がある方はオープンチャットの方にも来られてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることもあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。